くり解説。幸福論の真髄。人生を豊かにする10の考え方。ねえマリサ、幸せって、どうすれば手に入るのかな？お、いい質問だな。実は幸せってのは、人によって定義が全く違うんだぜ。じゃあ、誰にでも通用する正解ってないの？そういうことだな。でもな、哲学者や心理学者、歴史上の人物たちは、人生を豊かにするための考え方をたくさん残してきたんだ。それらを知ることで、自分にとっての幸せが見つかるヒントになるのぜ。へえ、それ、すごく興味あるかも。その考え方って、どんなものがあるの？今回は、そういう幸福論の中から、人生を豊かにしてくれる10の考え方をランキング形式で紹介するぜ。できるだけわかりやすく話していくから、最後まで楽しんでいってくれよな。第10位。ミニマリズムのすすめ。持たない幸せ。ねえマリサ、ミニマリズムって最近よく聞くけど、どういう意味なの？ミニマリズムってのは、必要最小限のものだけを持って暮らす生き方のことだぜ。余計なものを減らして、本当に大切なことに集中するための考え方なのぜ。へえ、でも持ち物が少ないと逆に不便になったりしない？そう思うかもしれないけど、実は逆なんだ。物が少ないことで、選択肢が減って迷う時間がなくなるし、掃除や片付けも楽になる。だから心にも時間にも余裕が生まれるんだぜ。でも、どうやって実践すればいいの？急に全部捨てるのは難しそう。最初はときめかないものから手放してみるのがおすすめだな。例えば、使ってない服や読まない本、古い雑貨なんかを処分するだけでも効果は抜群だぜ。なんだか気持ちもすっきりしそうだね。実際に片付けは自分の内面と向き合うことって言われてるくらいなんだ。ミニマリズムは部屋をきれいにするだけじゃなくて、自分の価値観や人生の優先順位を見直すきっかけになるぜ。そう考えると、物を減らすことって、ただの整理整頓じゃなくて、生き方そのものを変える力があるんだね。その通りだぜ。必要なものだけに囲まれて生きることは、心の豊かさを生み出す第一歩になるのさ。第9位。今この瞬間を生きる。マインドフルネスの実践。今この瞬間を生きるって、どういうことなの？それはな、過去の後悔とか未来の不安にとらわれず、今ここに意識を集中するってことだぜ。最近はマインドフルネスって呼ばれて、世界中で注目されてる考え方なんだ。へえ、でもなんでそんなに注目されてるの？現代人は、スマホや SNS のせいで常に情報にさらされてて、心が疲れてることが多いんだよ。マインドフルネスはそんな疲れた心を整えて、集中力や幸福感を高める効果があるって、科学的にも証明されてるのぜ。なるほど。でも、難しそうな印象があるなぁ。いや、意外と簡単だぜ。例えば、1分間だけ呼吸に集中するとか、散歩しながら周りの音や風の感触を意識するだけでもいいんだ。大事なのは、今をちゃんと味わうことなのぜ。それなら私でもできそう。ちょっとやってみたくなったよ。一流の経営者とかアスリートも取り入れてるくらい効果があるからな。マインドフルネスを習慣にすると、自分の内側の声に気づきやすくなって、ブレない心が育っていくんだぜ。心が整うと、毎日がもっと充実しそうだね。ああ、今を大切にすることは、自分の人生を丁寧に生きることでもあるんだ。マインドフルネスはそのためのシンプルだけど強力な方法なのぜ。第8位。感謝の習慣。小さな喜びを見つける力。マリサ、感謝の気持ちって、そんなに人生に影響あるの？ああ、あるぜ。感謝の習慣を持つことは、幸福感を高める最もシンプルで効果的な方法の一つなんだ。毎日少しずつでも、ありがたいって思うことを見つけるだけで、心のあり方が変わってくるのぜ。でも、感謝って意識しないとなかなか出てこない気がするな。それが普通だな。だからこそ、日常の中で意識的にありがとうを探す練習が必要なんだ。例えば、朝起きられたこと、美味しいご飯を食べられたこと、友達がいること、そういう当たり前が、本当はありがたいことなんだぜ。なるほど。ちょっとしたことでも意識すれば変わるってことなんだね。そうそう。実際、
ポジティブ心理学の研究でも、感謝日記をつける人は、ストレスが減って、幸福感が高まるっていう結果が出てるんだ。だから、寝る前にその日感謝したいことを3つ書くだけでも十分効果があるぜ。3つくらいなら私にもできそうだし、ちょっとやってみようかな。感謝って、気持ちを豊かにするだけじゃなくて、人との関係も良くするし、困難を乗り越える力にもなるんだ。今あるものに気づく力が、幸せの土台になるってわけだな。そっか、感謝することって、何かを我慢することじゃなくて、今ある幸せをちゃんと見つけることなんだね。その通りだぜ。感謝の習慣は、小さな喜びを見つける力を育てて、人生をより豊かにしてくれるんだよ。第7位、樽を知る精神、老子に学ぶ満足の哲学。樽を知るって言葉、聞いたことはあるけど、どういう意味なの？それはな、中国の哲学者老子の教えで、今あるものに満足することが本当の豊かさだっていう考え方なんだぜ。現代風に言えば、欲張らないで、今を幸せと思うってことだな。ふむふむ。でもさ、もっと良いものが欲しいって思うのは、普通のことじゃない？もちろん、向上心は大事だぜ。ただ、樽を知るってのは、足りないものにばかり目を向けて不満を抱くんじゃなくて、すでに持ってるものの価値に気づこうっていう生き方なのぜ。実際、満たされてる人ほど幸福を感じやすいっていう研究もあるんだ。なるほど。でも、どうやって実践するの？例えば、食事をするときに今日もご飯が食べられてありがたいなって思ったり、友達と話してるときにこうして笑える時間って貴重だなって感じるだけでもいいんだ。大事なのは、今に感謝する意識を持つことなんだぜ。確かに、当たり前って思ってることほど、実はありがたいかも。その気づきがあるだけでも、心のあり方は大きく変わる。老子の樽を知る者は富むって言葉は、どれだけ持ってるかじゃなくて、どれだけ満足できるかが豊かさの本質だって教えてくれてるんだよ。深いね。欲しいものばかり追いかけるより、今を見つめることの方が、幸せにつながるんだね。そうだぜ。満ち足りていると感じられる心は、どんなものよりも価値があるってことさ。第6位、人との比較をやめる、自己需要と自己肯定感。マリサ、私ってつい他人と比べちゃうんだけど、やっぱり良くないのかな？それな、よくある悩みだぜ。でも結論から言うと、人と比べることをやめるだけで、驚くほど心が楽になるんだ。自分の価値を他人の基準で測らないってことが、自己肯定感を高める第一歩なのぜ。でもさ、SNS とか見てると、どうしても人の生活が羨ましく見えちゃって。それ、完全に他人のハイライトと自分の裏側を比べてるパターンだな。他人が何をしてるかじゃなくて、自分が何を感じて、どう進んでいるかに意識を向けるのが大事なんだぜ。確かに、自分は自分って思えると、ちょっと安心するかも。そうなんだ。心理学でも、自己需要は幸福感や人間関係の満足度と強く関係してるって言われてる。完璧じゃない自分を認めることが、精神的な安定につながるんだぜ。それって、どうやって練習すればいいの？まずはできてない自分を否定するんじゃなくて、でもちゃんと頑張ってるよねって認めてあげることだな。それを繰り返していくと、他人と比べるより自分の成長に意識が向くようになるぜ。自分を受け入れるって、他人よりも優しくなれる気がする。その通りだぜ。人との比較をやめて、自分をちゃんと見てあげることが、真の自信と穏やかさを育ててくれるんだよ。第5位、人生は選択の連続、意思決定の力と責任。マリサ、最近いろんなことで迷っちゃって、なかなか決められないんだよね。それ、誰にでもあることだぜ。でもな、結論から言うと、人生って選択の積み重ねなんだ。どんなに小さなことでも、自分で決めるってことが、自分らしく生きるためにはすごく大事なんだぜ。でも、失敗したら怖いし、間違えたくないって思っちゃう。その気持ち、よくわかるぜ。けど、選択しないってことは、他人や環境に人生を任せてるってことになる。自分の人生を生きるってことは、たとえ間違っても、自分で決めることに価値があるんだよ。なるほど。でも、どうやってちゃんと選べばいいの？
大事なのは、自分にとって何が大事かを知ることだな。軸がないと、選択の度に振り回される。でも、自分の価値観がはっきりしてれば、多少の困難があっても、後悔しにくくなるんだぜ。価値観か。確かに、何を優先したいかって考えたことなかったな。例えば、仕事より家族を大事にしたいとか、人に喜んでもらえることをしたいとか、小さな思いでも、それが判断基準になる。そういう自分の声を聞くことで、納得できる選択ができるようになるんだぜ。でも、選んだ後にあっちの方が良かったかもって後悔することもあるよね。あるある。けど、選んだ後に選んだ自分を信じるっていう姿勢も大事なんだ。過去は変えられないけど、選んだ先でどう生きるかは自分次第なんだぜ。選んだことで責任が生まれるけど、その責任こそが、自分の人生に手応えを与えてくれるのさ。そっか、決めるって、怖いけど、自分を信じることにもつながるんだね。その通りだぜ。人生は選択の連続。そして、自分で選ぶことでしか、本当の意味で自分の人生にはならないってことを、忘れないでほしいのぜ。第4位、失敗を成長の糧にする。レジリエンスと思考転換。マリサ、私って失敗するとすぐ落ち込んじゃうんだよね。どうすれば前向きになれるのかな？その気持ち、わかるぜ。でも結論から言えば、失敗は成長のチャンスだって考え方を持つことが大事なんだ。実際、成功してる人ほど失敗を経験してるし、それをどう活かすかがその後を左右するんだぜ。でも失敗って恥ずかしいし、自分がダメな気がして、そう思っちゃうのも無理ないけど、そもそも失敗悪いことって考え方自体を変える必要があるのぜ。心理学ではレジリエンスっていう回復力の考え方があって、失敗から立ち直る力を育てることで人はどんどん強くなるって言われてるんだ。レジリエンスって、どうやって鍛えられるの？まずは失敗した時に、自分はダメだって責めるんじゃなくて、どこを改善すれば次はうまくいくかを考えることだな。いわゆるリフレーミングってやつで、同じ出来事でも見方を変えるだけで気持ちが全然違ってくるんだぜ。見方を変えるって、例えばどんな風に？例えば、テストで点が取れなかったって時に、勉強しても無駄だって思うんじゃなくて、準備が足りなかったから、次はやり方を見直そうって考えるんだ。原因と対策を冷静に見つければ、失敗はただの通過点になるのぜ。そうか、失敗って終わりじゃなくて、次のための材料なんだね。その通り。しかもな、脳科学の分野では、失敗して反省した時に脳の学習領域が活性化することもわかってる。つまり、人は失敗することでより多くを学べるってわけだ。へえ、失敗にもちゃんと意味があるんだ。ちょっと安心したよ。失敗しない人間なんていないし、むしろ何も挑戦してない証拠かもしれないぜ。大事なのは、転んだことじゃなくて、どう立ち上がるか、その積み重ねが人としての強さを育ててくれるんだよ。第3位、与えることで得られる幸福。利他主義と幸福の関連。マリサ、人に与えると幸せになれるって聞いたことあるけど、本当なの？ああ、それは本当だぜ。結論から言えば、人に何かを与えることで、相手だけじゃなくて、自分自身の幸福感も上がるって、科学的にも証明されてるんだ。つまり、人に優しくすることは、自分のためにもなるんだぜ。へえ、でも私はそんなに特別なことできないし、何を与えればいいのかわからないよ。いや、特別なことなんて必要ないんだ。例えばありがとうって声をかけるだけでも、手伝おうかって一言でも十分に与える行為になる。むしろ、日常の中の小さな親切こそが、一番心を温かくするんだぜ。そんなことでいいの？でもそれって、自分の幸せにはつながるの？実はな、人に親切にする行為って、脳内でオキシトシンっていう幸せホルモンが分泌されるって言われてるんだ。だから、誰かを笑顔にすることで、自分のストレスも減って、心が落ち着いてくるのぜ。なるほどね。でも、見返りを求めちゃうと意味がなくなるのかな？その通り。利他主義ってのは、自分のためにやるんじゃなくて、相手のためにやるって気持ちが大事なんだ。でも結果的に、
それが自分にも返ってくるっていうのが面白いところなんだぜ。確かに、誰かに喜んでもらえた時って、自分もすごく嬉しい気持ちになるよね。それが与える幸福ってやつさ。有名な心理学の実験でも、お金を自分のために使った人より、他人のために使った人の方が幸福度が高かったっていうデータがあるくらいだ。だから、物だけじゃなくて時間や言葉を誰かのために使うことも、立派な与えるなんだぜ。ちょっとしたことでも、人の役に立つって素敵なことだね。その気持ちがあれば十分だぜ。結局、人は誰かと繋がって生きてる。だから、誰かを幸せにしようって思うことが、回り回って自分の心も満たしてくれるってわけだ。第2、目標よりも過程を楽しむ、プロセス思考の生き方。マリサ、私って何かを始めても、結果が出ないとすぐにやめたくなっちゃうんだよね。その気持ち、よくわかるぜ。でもな、結論から言えば、結果だけにこだわるんじゃなくて、過程そのものを楽しむことが、幸せな人生にはめっちゃ重要なんだぜ。でも、やっぱり目標を達成しなきゃ意味がないって思っちゃう。もちろん目標を持つこと自体は悪くないけど、ゴールだけを見てると、そこに到達するまでの道のりが苦痛になりやすいんだ。しかも、目標が達成できなかった時に一気に自己否定しちゃうリスクもあるのぜ。確かに、失敗するとすごく落ち込んじゃうな。そこで大事なのがプロセス思考って考え方なんだ。例えば、毎日少しずつ練習して上達していく過程や、勉強して新しい知識が増えていく喜び、それ自体を楽しむことで、日々の満足度が全然違ってくるのぜ。それって、どうやって意識を変えればいいの？一つは、今日はここまでできたって自分を認めてあげることだな。それから、学びや気づきに目を向ける習慣をつけると、毎日の取り組みが意味のあるものに変わってくる。つまり、達成よりも積み重ねを重視するってことだぜ。確かに、結果ばかり考えてると疲れちゃうし、途中でやめたくなること多かったな。逆に、この過程そのものが楽しいって思えるようになると、継続もしやすいし、自信もついてくるんだ。結果はその後についてくるもんさ。なんだかプレッシャーが少なくなって、楽になれそうな考え方だね。その通り、人生のほとんどは目標を目指す途中なんだ。だったら、その途中を楽しまなきゃもったいないだろ？プロセス思考は、今この瞬間を豊かに生きるための知恵なのぜ。第1、自分らしく生きることが最大の幸福、自己実現と自由。マリサ、結局のところ、幸せってどうすれば手に入るのかな？それはな、ズバリ言うと自分らしく生きることが最大の幸福なんだぜ。誰かの期待に応えたり、世間の基準に合わせることよりも、自分が自分でいられるって感覚が一番人を幸せにするんだ。でもさ、自分らしさって、どうやって見つけるの？私、まだよくわからないかも。無理もないぜ。学校や職場、SNS なんかでこうあるべきって押し付けられることが多いからな。でも、だからこそ自分の本音に耳を傾けて、何をしてる時が楽しいかどんな時に心が動くかをちゃんと感じることが大切なんだよ。なるほど。確かに、誰かに褒められるためじゃなくて、自分が夢中になれることってある気がする。そうそう。心理学者のマズローも自己実現を人間の最上位の欲求って言ってるんだ。つまり、自分の可能性を発揮して、これが私だって思える生き方をすることが、人間にとって最も充実感のある状態なんだぜ。でも、自分らしく生きるって、わがままに見えたりしない？それ、よく言われるけど違うんだぜ。自分らしさっていうのは、他人を傷つけたり無視したりすることじゃなくて、自分の軸を持ってブレずに生きることなんだ。だから、他人と比べない、自分のペースで歩むっていう強さでもあるのさ。そっか、自分らしくいるって、自分を大事にすることでもあるんだね。その通り、誰かの人生を生きるんじゃなくて、自分の人生を、自分の足で進むこと。たとえ遠回りでも、それが本当の幸せにつながるんだぜ。だから、自分を偽らない生き方を選んだとき、人は心から自由になれるのさ。ありがとうマリサ。なんだかちょっと、自分のことをもっと大事にしたくなったよ。それでいいのぜ。幸せってのは、
誰かに与えられるものじゃなくて、自分で気づいていくものだからな。総評、まとめ。今回紹介してくれた人生を豊かにする10の考え方、どれもすごく心に残ったよ。そうだろ？結局、幸せっていうのは何を持ってるかじゃなくて、どう考えるかどう感じるかで決まるんだぜ。だからこそ、考え方の質を上げることが、人生を変える第一歩なんだよ。確かに、物事の見方を変えるだけで、毎日の感じ方も違ってくるんだね。その通り、今あるものに感謝したり、自分らしくいるってことを意識するだけで、心がだいぶ軽くなるのぜ。今回紹介した考え方は、どれもすぐに実践できるものばかりだから、ぜひ試してみてほしいぜ。私も結果だけじゃなくて家庭を楽しむってところ、すごく意識してみようと思った。いいね。自分のペースで、少しずつでもいいから、幸せを感じる力を育てていってくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。